皆さんこんにちは。まゆずみゆずと申します。ネットカルチャーと作ることが好きなしゃべる肉の塊です。音声は声フォントスタジオのミリアルちゃんを使用しています。透明感のある可愛い声が気に入っています。今回は声で活動を行っている宮本アデリーさんのアンヘル歌ってみた動画のイラストメイキングの解説を行っていきます。とても素敵な歌声をお持ちの方なので、ぜひ概要欄から動画を見ていただければと思います。本家のイラストを参考にしつつアデリーさんのキャラデザのモチーフであるペンギンや特徴的なヘッドホンをいかにデザインに落とし込んでいくかを考えるのがとても楽しかったです。では始めていきます。まず最初にアデリーさんのキャラデザインをなさった千山もにさんのデザイン資料を参考にブレンダーを使ってヘッドホンのモデリングを行います。私は人間やペンギンのように生き物を描くことはできますが、ヘッドホンのように形の決まったものを描くことが苦手です。しかし、形が決まっている分モデリングするのは簡単なので、このように補っています。絵を描くのに使用しているクリップスタジオは、3D モデルを読み込むことができるので、非常に助かっています。科学の力ってすげえ。ヘッドホンを作っている最中に、たびたび出てくる人型のモデルは、現在制作中のアデリーさんの 3D モデルです。頭の形の参考となるパーツが欲しかったので、使ってみました。こちらは、3D の VTuber モデルを作ってみたいという私のわがままを、アデリーさんとモニさんに快諾していただき、V ロイドスタジオを用いて制作しています。まだ完成していませんが、完成したら大切に使っていただきたいなと思っております。そういえば、V ロイドスタジオは、10月頃にいろいろ機能が追加された正式版が出るとのことなので、非常に楽しみです。ヘッドホンの形状がまだカクカクしていたので、細かく分割したり、サブディビジョンモディファイアーという特殊な機能を使って、形状を滑らかにしていきます。さらに、ヘッドバンドの紫色で、硬い質感、イヤーパッドの黒くて柔らかい質感などなど、マテリアルという機能を使って表現していきます。ポリゴンの形状があまり良くなかったので、点や頂点を選択して調整します。そして、先ほどのサブディビジョンを使った結果、余分に丸くなってしまったヘッドホンの縁を、シャープ機能を使ってシャープにしていきます。ちなみに、このモデルはニコニ立体に投稿されているので、興味があれば、作品をぐりぐり動かしながら見てくださいませ。リンクは概要欄に記載します。いよいよイラスト制作です。まずは、本家のイラストをもとにポーズを描きます。最初は、3D モデルの輪郭をなぞりながら描いていましたが、描きたい絵柄に合わないと判断したので、一から描くことにしました。クリップスタジオの 3D デッサン人形は、3頭身、7頭身など、全体的な頭身の調整ができます。しかし、足を長くしたい、首を細くしたいなど、パーツごとの調整はできないと思っていましたが、このイラストを描き終わった後に見た、ディープブリザードさんの動画で、実はできることを知りました。さすがセルシスさんですね。いつか使ってみようかね。ラフに描いた素体の上から、服や髪の毛などを描いていきます。線画を描くときは、物体のなびきや柔らかさを意識しています。躍動感のあるポーズだったので、ふわっと、感を思いっきり表現できて楽しかったです。今顔を描いていたので、私の好きな表情について話します。本イラストにも関連するのですが、私は、釣り目の人のニヤッとした表情を描くことが好きです。何か企んでいるような、こちらの反応を伺っているような、その上で現状を楽しんでいるような、考察しているこちら側に対してニヤついているようにも捉えられるいい表情だと思います。さらに釣り目であることで、かっこよさが増すというか、かっこよくなるんですよね。このテキストを打っていて、無性に釣り目キャラがたくさん登場するアニメ、ギュラララを見たくなってきました。自分ってこんなに語れるくらい、釣り目にやり顔が好きだったんですね。書いてて気づきました。ポーズは、最初、本家を忠実に再現していましたが、
足を開いて手を広げている方が、ミュージカルの舞台俳優っぽくてかっこいいと思ったので、最終的にこのようなポーズにしました。かっこよくないですか？かっこいいですよね。わかります。自信のある雰囲気を放っており、とても気に入っています。4分20秒くらいに描いていた、アホみたいなラフ画の配置をもとに、アデリーさんのモチーフであるペンギンを描いていきます。最初は描き慣れていないのに、ぼんやりとたイメージで左を描いていました。結果ペンギンのような何かが出来上がってしまったので、右はちゃんと資料を見ながら描き、左に複製しました。ペンギンと言ったら泳ぐ。泳ぐと言ったら水だろうと考え、水しぶきを描きました。こちらも躍動感を意識して描きました。躍動感ってどんな無機物でもかっこよくさせてしまう魔法のような概念ですね。そういえば最近、スチームでセガディスカバリーセールというセガのゲームが安く販売されるイベントがありました。ちょうどその頃、任天堂ダイレクトでベヨネッタさんの予告を見てプレイしてみたいなと思っていたので、無印のベヨネッタを547円で買いました。安いってお得ですよね。他にも龍が如くも販売されており、無印からセブンまで合わせて約2万円で販売されていました。でも、2万円って高いよなぁと思いながらも、私の好きな VTuber、桐生ココさんのモチーフでもあり、彼女が楽しそうにプレイしている姿が頭をよぎったり、綺麗な映像を見てプレイしてみたいとも感じていました。そして、いつの間にか私の貯金から約2万円が消えて、手元には、龍が如く全シリーズがありました。もちろんこの現象に心当たりはあります。こんなにゲームをたくさん買っていますが、私はゲームがプレイできるような Windows PC を持っていません。一応今持っている M1MacBook に仮想環境の Windows は入っているのですが、それを使って Apex やプラネットアルファというグラフィックの綺麗なゲームをプレイすることはできませんでした。なので、その Steam が開発したSteam Deck という携帯ゲーム機兼 Windows PC としても使えるなんか、すごいやつを買ってプレイしようと考えています。その Steam Deck、アメリカの相場でお値段約7万円、日本で発売されるのが非常に楽しみですね。これを機に、いつか任天堂のゼルダとかカービィ、マリオも Steam や Epic に販売されてくれると嬉しいなと思ったりしてます。波やペンギン、ヘッドホンを書き終わったので、最後は表情差分の作成と着彩を行います。表情について本家を見ている時にはあまり気にしていなかったのですが、アンヘルって結構表情豊かだと知りました。おかげでいろんな表情を作成することができ楽しかったです。特に2番サビ直前のかすかに笑い声を出す時の表情が気に入っています。配色について、アデリイさんの綺麗な青緑の瞳の色を参考に、それに近い色の緑と黄色を使用しました。絵の具で描いたようなグラデーションを表現したかったので、ヘアブラシで全体を塗った後、フィルターのイラスト帳を使用してそれっぽく表現しました。と、いろいろな工程の末、イラストが完成しました。本イラストを使用した PV は、アデリーさんのチャンネルに公開されています。概要欄にも記載していますので、ぜひぜひ見てくださいませ。最後に、歌ってみた動画を作ってみたい。という私のわがままに、心よく快諾してくださった、アデリーさんのビジュアルデザインをなさった千山本さん、歌をミックスしてくださったゴリラワークスさん、ご協力、ありがとうございました。おかげで素敵な動画を完成させることができました。そして、視聴者の皆さん、本動画に最後までお付き合いいただきありがとうございました。今後も、このような雑談交じりの解説付き動画を上げていこうと思いますので、楽しみにしててください。ではまた。